皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢。ウクライナ軍のロシア本国領に対する攻撃で大戦果を上げたという発表がありました。事実であれば、戦争の歴史の1ページに確実に残るであろうかなり大きな出来事が起こりました。それはロシア国内の空軍基地に対する同時多発攻撃が成功し、これによって大型の戦略爆撃機などに大きな打撃を与えたというのです。ウクライナ側は総数で40機ものロシア空軍所属機に対する攻撃が成功したと発表しています。今回の動画はウクライナ軍がどのような攻撃を行ったか、現在分かっている情報をご紹介していきます。まずは今回の攻撃対象となった4つの空軍基地の場所を確認しておきましょう。Google マップに4つのマーカーが付けられています。それぞれの空軍基地、前線から近いところもあれば遠いところもあり、どこか同じ地方に集中的に攻撃したわけではありません。そして最も今回遠い場所にあるのがベーラや空軍基地で、ウクライナ国境からは 4200km も離れています。むしろウクライナではなくモンゴルの方がよほど近い場所にあります。このように国境から随分と離れているということもあり、従来の飛行機型の大型ドローンを飛ばすようでは途中で撃墜されるのがオチでしょう。また、つい先日、これよりもさらに遠い日本海に面した都市ウラジオストクでの攻撃が行われたことも皆さんにお伝えしました。その時はウクライナの特殊部隊が現地まで行って攻撃したものとみられます。このような現地で何かを行うという手法が今回の攻撃でも当てはまります。詳しくはこの後解説します。なお、今回の攻撃対象となった空軍基地はどのような機体が配備されているか少し特徴があります。前線からかなり離れているところの基地においては大型の戦略爆撃機が数多く配置されていました。これらの大型の機体は長射程の大型のミサイルを積んでウクライナに対する攻撃を行い、そして空軍基地に戻ってくるという行動をしていました。発信元の基地がウクライナ国境からは数千キロも離れているということもあり、戦略爆撃機は非常に安全圏で攻撃を行い帰るといったことを繰り返していたわけです。さて、それではそのような戦略爆撃機がどうなったか、ウクライナ軍の公開している映像がこちら。ウクライナ軍のドローンが撮影している目の前で、ロシア軍の大型の機体が爆発炎上しています。こちらが戦果を確認するために撮られた後続のドローンからの映像。映像に映っているだけでも大型の機体4機から黒煙が上がっている様子がわかります。このような映像だけだと、最近だと生成 AI の作ったものかと疑う方もおられるでしょう。しかし、現地のロシア兵がなんてことだという具合にして、この攻撃を行われたことを自ら撮ってインターネット上に公開しています。また、現地住民も空軍基地から黒煙が上がっている様子を捉えており、似たような映像が次々とインターネット上に上がっています。このことからウクライナ軍が攻撃成功したという話は、戦果の規模についてはこれから詳細を確認する必要がありますが、少なくとも攻撃が成功したというところまでは間違いないでしょう。また、今回の攻撃なのですが、従来の飛行機型のドローンを突っ込ませるやり方ではなかったようです。こちらの映像はロシア側の報道でも流れたものとされるものです。トラックの荷台から小型ドローンが発進して空軍基地に向かっていきます。今回は大型のドローンではなく小型のドローンをトラックの荷台に搭載し、空軍基地の間近まで近づいてからドローンを発進させるという攻撃を行ったようなのです。なお、荷台に搭載していた小型ドローンが全て発進し終わると、最後にはトラックの荷台が爆発炎上したとのことです。これは少しでも証拠を隠滅しようとするものでしょう。そして、こちらの写真はウクライナが事前に撮影していたトラックの荷台の上から見た様子です。蓋が開くとそこには数多くの小型ドローンが搭載されていて、あとは遠隔操作で飛び立っていくというわけです。なお、今回の作戦終了に伴って、ウクライナ側の特殊部隊員はすでにウクライナに帰国済みだとのことです。では、ウクライナ側の報道ではどのように伝えられているか。ウクライナ保安庁がロシアの航空機を攻撃。すでに40機以上の航空機が攻撃を受けた。ウェブ作戦の詳細。6月1日、ウクライナ保安庁はロシア占領軍の航空機を破壊する作戦を実行した。これまでに40機以上の航空機が攻撃を受けている。現在、ウクライナ保安庁はロシア連邦後方の敵爆撃機を破壊するための大規模な特別作戦を実施していると情報筋は述べた。彼らの情報によれば、現在アントノフ50、
早期警戒機、ツポレフ95、ツポレフ 22M3 戦略爆撃機を含む40機以上の航空機が被弾しています。例えば、あるビデオには、ベレや飛行場が炎上する様子と、ウクライナ保安庁長官のマルユク中将がコメントする声が収録されていると、情報筋は話しました。彼らの情報によると、このユニークな特殊作戦はウェブと呼ばれていました。敵機はこれまでに20億ドル以上の損失を被っているとの試算がなされています。これは日本円で約3000億円を意味します。今回の攻撃作戦について、詳細については後から判明してくるでしょうし、非公開の部分もあるでしょう。そのため、今からお話しする作戦内容については、後から調べた部分で修正を行う必要が出てくる部分は必ず出てきます。そのことを念頭に話を聞いてください。今回の攻撃手法としては、長距離の大型ドローンを用いた攻撃ではなく、特に離れた基地に対する攻撃においては、ウクライナ保安庁が用意した小型ドローンを搭載したトラックを現地ロシア人ドライバーが運転して基地の近くに止めさせます。荷物を運ぶ際に受け渡し場所があると指定し、トラックを運転させたのでしょう。おそらく何を運んでいるかについては当然のように全く偽の情報がつかまされているはずです。運転手が目的地に着いた後において荷台に搭載されていた小型ドローンが次々と発進し、ロシア空軍基地に攻撃を行ったものとみられます。ただ、事前に全てプログラミングされて攻撃がうまくいくとは思えないので、ある程度操作する人間についても空軍基地と小型ドローンを搭載したトラックのその近くにはある程度配置されていたはずです。ただ、前線からはるか遠い場所ということもあって電波妨害などはなかったでしょう。そのため、特に妨害されることもなく攻撃は成功したものとみられます。そして、ウクライナ側が発表した今回の想定損害額については、後でかなり修正は入ることでしょう。何しろ3000億円と言われるとちょっとピンとこない額の大戦果です。ただ、数百億円レベルというのは間違いなく映像でも確認できます。というのも、映像で確認されている戦略爆撃機4機にしたところで、推定被害額は600億円は下らないでしょう。というのも、ロシアで作っている戦略爆撃機は、すでに生産を終えていますが、製造時の値段だけではなく、その後の近代化改修などでもお金がかかっていますから、1機あたり150億円以上はかかっていると考えられています。そのような機体を含んで全体で40機以上に攻撃をしたというのであれば、それが本当だったとするならば、確かに数千億円レベルの被害を与えたことになります。例えば映像に出てこない早期警戒管制機に対する攻撃が成功していたり、その他の戦闘機などに対しての攻撃もうまくいったかもしれません。どの機体を何機破壊することができたのか、その詳細についてはまだまだ分かっていないことは多いです。ただし、基地周辺の住民たちが映している映像では、どの基地においてもいくつもの黒煙が立ち上っている様子がわかることから、どの基地においてもやはり被害がそれなりに出ていることは間違いありません。ですから、映像だけでも600億円、その他の基地でも確実に何機かがやられていると考えれば、ウクライナ側が示した3000億円規模の被害というのが、さすがに大きすぎたとしても、1000億円以上レベルの被害を与えた可能性は十分あるわけです。そして当然のようにこのような大規模作戦が大成功に終わったということは、ロシア側にとっては非常に大きな打撃を与えることとなります。前回の動画ではウラジオストクに対する特殊作戦任務についての話をしましたが、今回の攻撃は明らかにウラジオストクよりもはるかに軍事的な意味での打撃を与えました。戦略爆撃機や早期警戒管制機などはすぐに作れるものではありません。戦略爆撃機に至っては最後に作ったのが1990年代という話もありますから、もはや作る基礎的な能力を失っている可能性すら指摘されています。そして同時多発的に攻撃を行い、しかも犯人が全く分かっていないというような状況ですから、今後も似たような攻撃がロシア全体のどこで起こるかが分からないという疑心暗鬼を生み出すことがおそらくできるでしょう。すべての基地で警戒態勢をもっと強化するとなれば、予算も人もかけなければなりません。ウクライナとしては、ロシアの軍事費の使いようというものが前線でのロシア軍攻撃に集中するよりも、こうした後方地での必要なコストを一気に上げさせるような結果を生み出そうとしているのであれば、これはかなり狙いとしてはうまくいくものとみられます。そして単純にどこの基地においても電波妨害機をつけようと思っても、
その電波妨害機を乗り越えるために光ファイバードローンといったものが今前線では使われています。ですから電波妨害機だけではダメだ。それになれば戦闘機や戦略爆撃機全てを格納庫に収めようと思えば、これもまた一朝一夕にできるものではありません。ただし一つ忘れてはならないことがあります。今回はロシアとウクライナという国家間戦争の1ページとしてこのような攻撃が行われました。しかし何もこのような破壊作戦というのは戦争中だから起こるとは限らないものです。日本国内において犯人不明な状態で基地の近くにドローンを搭載したトラックがやってきて次々と戦闘機を破壊するといった作戦が行われる危険性は考えておかなければなりません。この問題を乗り越えるためには全ての航空基地には戦闘機全てを格納するための掩体を用意するといったことが重要な検討項目となるでしょう。今回のことがなくてもミサイル攻撃があることを前提とした防御体制は整えておく必要があります。何にしても今回の攻撃というのは前線から離れていれば安全だなといういわばロシア側の油断をついた同時多発攻撃の成功という意味で戦争の歴史に十分残りうるような出来事だったと言えます。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。そして情報の整理整頓に役立ったなと思われる方は他の方にお勧めしたりスーパーチャットの利用もよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。